はい、クリティカル面白ゲーマー対策です。駅占いの勉強を本格的に始めた僕なんですけども、駅占いのスキルをアップさせるために、これはちょっと欲しいなって思う道具があるんですけども、ちょっと開封したいと思います。いいじゃないですか。いいじゃないですか。さっきね、届いたんですけども、これなんですけども、算木っていうね、道具なんですけど、さあ、どんなのが出てくるか、僕はそれはもう買ったことなくて初めて買うんで、ちょっとどんなものかも触ったことも見たこともないので、実物をめちゃくちゃちっこい。いいこれ小さい方がいいんです。いいじゃないですか。いいじゃないですか。デスクをね、できるだけ広く使いたいんで、小さい方がいいんです。いいじゃないですか。いいじゃないですか。こういうものですね。算木って言ってね、顔を出した時、どういう形の顔であるかっていうことを一時的にね、記録するための道具なんですけど、いいじゃないですか。いいじゃないですか。これね、こう開封していきましょうね。これはね、駅仙堂さんっていう駅占いとか占いのね、道具を専門に取り扱っているお店屋さんで、通販で買いました。こういった形状のもので、この2面は彫ってあって赤くなってますね。この裏の2面は何も彫ってなくて、この状態が陰を表す形。真ん中にこう切れ目が入ってるんで、これは陰なんです。こうなった場合、真ん中に切れ目が入ってない場合は陽なんですね。いいじゃないですか。いいじゃないですか。これね、ちょっとね、僕詳しくないもんだから、本当は使い方分かってないんですよ。で、無理くり自分が分かることだけを説明しようとしてるんだけれども。いいじゃないですか。いいじゃないですか。全部一直線の棒が綺麗にこう揃うと、これですね。上3つが一直線。で、下3つも一直線でね。一番陽なんですね。最大の陽の状態がこの権威点になります。この状態ですね。いいじゃないですか。いいじゃないですか。その逆を示そうと思うと、確か、こうやれば、だね。こうやれば綺麗に全部陰になりますよね。こうやってね、ひっくり返すことによって、ね、いろいろ見方を広められるんです。この算木があるだけで、占いの幅が広がるんですよ。で、これが上3つも陰、下3つも陰で、権威点の対極にある。根意っていうね、形になるんですね。いいじゃないですか。いいじゃないですか。このね、デスクでずっとこう画面見てるわけじゃないですか。本もろくに読まずに、もうここずっともうこうやって向かい合ってもう画面ずっと見てるんですよね。それが YouTube なのかテレビなのか、Twitter なのか何なのかっていうのは、まあ、その時によって違いますけど、ね、YouTube でこう見ながらですね、こうやって、もう、これね、こう振り続けてるわけです。このゴッツダイスをね。でね、ちょっとね、面白いことがだんだん分かってきて、これ見てるね、画面に映ってる人物とか風景とかを、映った目に留まったものを振った瞬間に、全部ね、このゴッツダイスの出目にね、反映されてるんですよね。これね、僕、過去にこういうことが経験ありまして、アルファベットダイスってね、30面のね、こう、30面のアルファベットダイス振ってたら、目覚ましテレビのですね、占いが的中するようになってですね、その出目によって、カニ座が1位か、どの辺の上位に来るかとかっていうのを、全部ね、当てることができてた時期があってですね、もう今別にそんなことね、しませんから、まあ、もうその時はちょっと面白くてやってたんですけど、そういう使い方もね、できるんじゃないかなと思って、全部この僕がこう感じている世界を、これ振った瞬間このダイスに全部反映されてると思えば面白くて仕方ないですよね。
で、その、液経っていうね、経典は、宇宙の真理というかですね、神羅万象のすべてをズバリ言い当てるっていうね、液神様がズバズバ言い当てるっていう、経典でもありますけど、まあ、占いのね、占いにも使える。もう最近何度も紹介してますけど、この岩波文庫の、液経の上下巻ね、これさえ揃ってれば、ダイスは安いやつでいいので、まあ、ダイスとサイコロね。サイコロとこの液経の上下巻があればね、誰でも占えるので、ちょっとね、なんだろうな。本を読むのが苦手な人がいるかもわかんない。そういう人たちはちょっと難しくなるのかな。でも、バカな僕でもわかるんで、まあこれぐらいのことだったらできるんじゃないかなと思うんですけどね、誰でもね。そういうことで、まあ最近の、まあ液経にドハマり、液占いにですね、ドハマりしちゃって、占い関係のノウハウとかを紹介した動画ばっかり見ててですね、もう本当にずーっとね、もう占いのこと考えて、液占いとは限んないんだけど、タロットカードとかね、オラクルカードとか占ってる人たちいるじゃないですか。で、僕、蟹座なので、蟹座のね、11月運勢見て、よしよし、いいぞ、運気上がってるぞと思って、まあ一人でね、ガッツポーズ取ったりするわけですよね。で、液経を初めて知ったのは、フィリップ・K・ディックっていうね、アメリカの小説家がいて、で、トータル・リコールっていうね、映画を高校の時に友達と見に行って、それがきっかけで原作のフィリップ・K・ディックの SF 小説を読み始めたんですね。高い城の男っていうね、作品をディックが書いたんですね。執筆するにあたって、液占いを使って書き上げたらしいんですよ。その結果、高い城の男っていう SF 小説で、見事にですね、ヒューゴー・ガンズバック賞を受賞することになります。ね。はい。そのディックが使ったその液経の液占いっていうものがどういうものかっていうのを、その早川のね、高い城の男の文庫の最後に朝倉久さんが解説というかですね、考察の文章を書いてて、簡単な占い方とかもね、一応解説してくれてて、で、それがね、僕きっかけで、だからいつになるのかな、20代、10代後半ぐらいから20代前半ぐらいに初めて液経とね、出会って、最初はコインでやってたんだけれども、ずーっとくすぶってたんですよ。本気でやろうとしてやってるわけじゃないんだけど、ずーっと興味はあると。その時にこちょこちょ液を立ててやってた時にもう全部ね、その場の生活のいる状況とかが全部ズバズバ当たるわけですよね。そのまんまその今の自分の状況を全部ズバリ言い当てるんで、僕これはすごいなと思って、これはちょっとちゃんとやりたい時にやりたいし、今すぐやりたいんだけれども、なんとなく熱中できなかった。やれてないことが悔しかったんですね。で、今ね、やっとね、エンジンかかってきてですね、結構こっからですよ。頑張りますよ、僕ね。自分のことをね、占うために、基本的にやってて、人のことをね、占ったりはあんまりする目的ではなくてですね、自分のことを占うのに、液経を使ってね、気境をね、ズバズバ出してって、出目の、64家をね、早く内容を覚えて、64×6 の結果が出ますんで、だいたいその頭に入るまでちょっとね、続けてね、やってみたいと思います。はい。で、税蓄あるじゃないですか。棒ね。こう、棒でこう、払っていって、その残った本数で毛がわかるっていう税蓄ね。税蓄はね、もう今はね、全く買う予定とかもなくて、あれはね、ちょっと僕本当に、ここに税刀がこう置いてあって、こう、税蓄が刺してあったらね、もうちょっとかっこいいのはかっこいいとはわかるんだけど、荷物になっちゃうし、で、それを買っても多分税蓄使うよりこのね、通称ゴッズダイスの方がもうメイン
で使いたいというかですね、その液鏡以前にですね、僕、サイコロマニアなんですよ。サイコロが好きなんで、いろんなサイコロ持ってるんだけども、その液占い用のサイコロってね、なんか不思議なのがね、その8面に1文字ずつ漢字が書いてあるっていうね。数字じゃなくて。もうそこがもう超絶に魅力的でですね、見た瞬間これ何に使うんだと思って、わかんないじゃないですか。ね、普通。で、なるほど、これ液鏡のダイスなんだっていうことでね、納得して使って、もうこのダイス、サイコロ自体がもう僕大好きなんでね、もうサイコロを振るために液占いをやってるみたいな言い換えもできるぐらい、まあサイコロ好きなんで、このね、ゴッズダイスをね、ずっとね、これからもうなくさないように大切に使ってね、過ごしていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。